バウンティーハンターズ。この星では解明されていない現象が数多くある。俺たちが普段対峙するのは現実的なターゲットかもしれないが、時には科学では説明できない出来事もある。この話はまさにその類だ。2017年ロンドンで実際に発生した人体自然発火現象という奇妙な事件だ。俺も最初に聞いた時は信じがたかったが事実だ。さあこの事件の詳細に迫ろう。2017年9月17日、ロンドン北部のオーチャードプレイス。時間は午後1時頃、70歳のジョン・ノーランという男がただ街を歩いていた。ただそれだけのことだ。しかし突然の出来事が彼を、そして目撃者たちを驚愕させた。ノーランは何の前触れもなく突如として炎に包まれた。目撃者たちはその瞬間を目の当たりにし、誰もが動揺していた。何も触れていない、何も怪しいものがない。それでも彼の体は燃え始めたんだ。目の前で燃え上がるノーランを見て一人の通行人が反応した。彼は自分の服をノーランに投げかけ炎を消そうとした。しかしその火はまるで石を持っているかのように激しく燃え続けた。消えるどころかますます強く彼の体を蝕んでいった。そして消防隊が到着し、なんとか炎を消し止めたがすでに手遅れだった。ノーランはその日のうちに病院に運ばれたが、体の 65% に及ぶ重度の火傷が原因で翌日息を引き取った。捜査は始まった。しかし彼らが直面したのは解明困難な事実だった。ノーランが立っていた場所には他に何一つ燃えた痕跡が見つからなかった。歩道も無傷、近くのフェンスにも火の跡はない。さらに彼の体や衣服からは火をつける引火性物質の痕跡も発見されなかったんだ。俺たちが追うターゲットには明確な証拠があるものだが、この事件にはそれが一切なかった。捜査官たちは迷走し始めた。なぜノーランだけが炎に包まれたのか、そしてなぜ他には何も燃えなかったのか。まるで火が彼を選んだかのようだった。科学者たちはこの事件を説明するために様々な仮説を立てた。その一つが人体自然発火という現象だ。歴史上この現象が記録されたのは200件程度しかないが、これが事実ならノーランはその数少ない犠牲者の一人だったということになる。だが科学者たちの間でもこれが実際に起こりうるかどうかは未だに議論されている。彼らはアルコール依存症の人々がこの現象のリスクが高いとする説を唱えている。高濃度のアルコールが体内に蓄積され火が引火しやすくなるというものだ。しかしノーランの事件では彼がアルコールを多く摂取していたという証拠はない。別の仮説も存在する。科学者たちは体内での電気的なショート回路や何らかの化学反応が引き金となって火が発生する可能性を提唱している。しかしこの説もまだ証明されていない。俺たちバウンティハンターのように彼らも手がかりを探している最中だ。他にももっとオカルト的な説を信じる者もいる。未知の力が働いているのではないかと。だが俺はあくまで現実主義者だ。そういった説に飛びつくことはしない。証拠がなければ俺たちの世界では何も動かない。ノーランの死は科学で解明できないものだった。彼は突如として燃え、そして命を落とした。捜査は行き詰まり、科学者たちも明確な答えを出せていない。この事件は俺たちにこの星の未知の力を思い出させる。そして俺たちはその力に対して謙虚でいなければならない。だがこの事件が何を意味するのかはまだ誰にもわからない。真実が明らかになる日が来るのかもしれないし、このまま永遠に謎のままで終わるのかもしれない。科学が万能だとは限らない。俺たちは未知の世界を知ることで強くなる。それでは次のミッションでまた会おう。This is the way.